こんにちは、月島です。今回ソニーの新しいモニターヘッドホン MDR-MV1 を発売前に1週間お借りする機会を得ることができました。楽曲のミキシングや動画編集に使用してみましたので、私なりに感じたことをレビューしていきたいと思います。目次です。MV1 各部の特徴と使用、密閉型と開放型ヘッドホンについて、音漏れのチェックと比較、空気録音、1週間使用した感想、最後にまとめです。MV1 を横から見てみると 900ST や7506と雰囲気が似ています。ハウジング部分が斜めになるようにセットされていて、ソニーのヘッドホンであるということがわかります。斜めになっているのは耳の形を考慮してこのようなデザインになっていると思います。そしてこのヘッドホンの大きな特徴でもある背面開放型を示す通り、ハウジング部分に穴やスリットが開いています。覗くとドライバーユニットがかすかに見えます。ここから音を外に逃がすことによってヘッドホン内の音のこもりを解消してクリアな音質を実現します。ちなみに 900ST は密閉型ヘッドホンですので、ハウジング部分に穴は開いていません。開放型と密閉型の違いについては後で比較したいと思います。また MV1 はこのようにハウジングを完全に横向きにすることができます。これは収納がしやすいと思いました。MV1 専用開発のドライバーユニットを搭載しています。再生周波数帯域は 5Hz から 80,000Hz です。基本的に人間の耳が聞き取れる範囲が 20Hz から 20,000Hz と言われていますので、それを大きく超える音が再生されることになります。高音域の再生周波数が高いのは立体音響制作を高い次元で可能とするためのようです。ちなみに 900ST の再生範囲は 5Hz から 30,000Hz です。装着感を大きく左右するイヤーパッドは厚めのものが装備されています。素材は低反発ウレタンフォームを使用したスウェード調人工皮革です。感触は柔らかめの低反発枕のような感じです。押すと簡単にへこむのですが、ゆっくりと元に戻ります。そして触り心地が良いです。サイズは外寸が縦約11センチ、横約 8.5 センチ、厚さ約 2.5 センチです。内寸、内側の輪っかのサイズは縦約7センチ、横約4センチ、厚さ約 2.5 センチです。装着してみるとイヤーパッドの程よい質感とクッションが耳全体をふわっと包む感じです。耳の上部や耳たぶの下の方が少しだけイヤーパッドに触れる感じですが、私の場合は装着後に軽く位置を調節すれば耳が触れている感じはなくなります。程よいホールド感で長時間使用しても疲れにくい形状とサイズだと思います。ただスウェード調のイヤーパッドは高級感がありつけ心地は良いのですが、長時間使用すると多少熱がこもる感じはあります。ヘッドバンド部分の幅は約 4.3 センチです。900ST と比べると約5ミリほど細いです。長さは約29センチです。900ST は約28センチですので少し長いです。頭と触れる部分のクッションは柔らかくて厚みのあるものが装備されています。横から測ると約 1.2 センチほどあります。900ST は約6ミリくらいの薄いクッションで、装着するとヘッドバンドが頭に当たっているという感じですが、MV1 の方はふわっと乗っているという感覚です。ヘッドホンの長さを調節するスライダーはクリック感があるもので10段階設定できます。1メモリが4ミリくらいですので、メモリを10にすると約4センチ伸びます。
900ST と同じような機構ではありますが、動かしてみると作りと滑らかさは MV1 の方が良いと思います。ヘッドホン全体で長さを見ると、ヘッドバンドのメモリが0の時は約19センチで、メモリが10最大の時は約22センチです。ヘッドバンドの頭を締め付ける圧は強すぎず弱すぎずちょうど良い感じだと思います。ケーブルは着脱可能です。ネジ式のロック機構になっていますので、引っかかった時に抜けてしまうことはありません。万が一断線してしまった場合も簡単に交換できます。コネクターはヘッドホン側はステレオミニプラグで、機器に接続する側はステレオ標準プラグです。そして標準プラグからミニプラグへの変換アダプターも付属します。またケーブルのコネクターもしっかりとしたものが装備されている印象です。900ST はハンダ付けされたままのケーブルが伸びている感じですので、それに比べるととても安心感があります。また1週間使用してみて感じたのは、ストレートケーブルだと床に垂れたケーブルを椅子で踏んでしまいそうになりますので、7506のようなカールコードのオプションがあるといいなと思いました。MV1 の重さは約 223g です。不思議な話なのですが、900ST と両方同時に持つと約 23g 重いはずの MV1 の方が軽く感じます。360リアリティオーディオは立体音響制作に必要なスピーカー環境をヘッドホンで再現する技術をサービスとして提供されたものです。リファレンススタジオの音場環境をヘッドホンで高精度に再現することができて、 MV1 はその認定ヘッドホンになります。詳しくはソニーのホームページをご覧ください。購入から1年間の無償修理メーカー保証がつきます。900ST は初期不良のみの対応ですので、保証がつくのは嬉しいです。立体的な空間表現を実現する背面開放型音響構造、専用開発されたドライバーユニットによる超高帯域再生、長時間使用にも快適な装着性、メンテナンスや多様な接続先に対応可能な着脱可能式ケーブル。音響制作で定番と言われている 900ST です。密閉型ヘッドホンのメリットの一つとしては、完全ではありませんが音漏れしないことです。そのためレコーディングの時に重宝します。例えばボーカルを録音する時にオケを流しますが、そのオケの音がヘッドホンから漏れてマイクが拾ってしまうとよくありません。そういった時に密閉型ヘッドホンが活躍します。2つ目のメリットは、楽曲をミキシングするときに一つだけの楽器の音をよく聞いてイコライジングしたいときなどに使うと音を整えやすいと私は考えています。デメリットは、ハウジングが密閉されていてドライバーから音がダイレクトに耳に伝わるために低音がこもりがちになる点です。また楽曲のミキシング時などでたくさん音を鳴らしたときは全体のバランスを取りにくい傾向にあります。開放型ヘッドホンはハウジングから音が外に出ます。そのため音がハウジング内にこもらないので、音の抜けが良く広い音場、空間感を再現することが可能です。これは開放型ヘッドホンのメリットであり、楽曲のミキシング時も各音のバランスは密閉型のヘッドホンよりも取りやすいです。MV1 は立体音響制作も意識していますので、開放型というモデルになっています。デメリットとしては、音が外に漏れますのでレコーディングには使えません。
またリスニング用途で屋外に使用するのも音漏れをする上に外の音も聞こえてきますので厳しいと思います。そして音全体が少し遠くなる傾向にあります。私が楽曲のミキシング作業をするとき、一つの音をよくモニタリングしながら整えたい場面では密閉型ヘッドホンを使用します。そして楽曲全体の音のバランスを取る場面では開放型ヘッドホンを使用しています。さらにヘッドホンの特性をフラットにするリファレンス用のプラグインとミキシングスタジオをシミュレートしたプラグインも併用して作業するようにしています。ボーカル録音を想定して私の口の近くにコンデンサーマイクを設置しました。背面開放型である MV1 と密閉型の 900ST と音漏れの比較をしてみたいと思います。このような違いがあります。ヘッドホンから出る音をバイノーラル録音してみました。私の実質で完璧な収録方法ではありませんので、参考程度に留めておいてください。このような違いがあります。MV1 は再生された各音が減衰して消えていく最後の方までしっかりと聞こえる感じを受けました。楽曲をミキシングするときはたくさんの楽器の音の中から一つの音を見つけて行う作業が多いですので、音が消える最後の方までよく聞こえるというのは素晴らしいと思います。他のヘッドホンは MV1 と比べてみると音がいつの間にかなんとなく消えているように感じます。全体的に見て MV1 は各音の解像度がしっかりしていて、かつ立体的に聞こえるイコール良い音という印象です。また MV1 は開放型の特徴である音が少し遠くに聞こえるという感じも少なく、バランスよくちょうど良い距離感で音が聞こえます。そして装着感の良さも相まって、作業を始めるときにこのヘッドホンを装着するとやるぞという気持ちになってモチベーションが上がりました。動画編集で使用してみたところ、ナレーションのバックに流す音楽などは MV1 を使用するとアコースティックギターの弦を弾くピックの音までよく捉えることができますので、逆にボリューム設定に悩んでしまいました。MV1 は残響、リバーブが自然に響き良い音だと思いました。特にライブ収録された音源を聞いてみると、他のヘッドホンとのクオリティの違いは明らかでした。空気感と臨場感があり、観客の声の中でも各楽器をよく聞き取ることができます。また、無駄な低音が出ずにスッキリしていて、全体的にバランスが良く聞きやすい音質に感じました。そして今回お借りして使用した期間は1週間という短い間だけですので、これはファーストインプレッションという範囲に入ると思います。
もっと長く使用して様々なジャンルの音楽を再生したり楽曲をミキシングした場合は音質の印象は必ず変わってくると思います。普段はなかなか触れることのできない高級なヘッドホンを自宅で試す機会をいただくことができまして、関係各所の方々には大変感謝しています。私にとって本当に色々と勉強になる体験ができました。そして MV1 は音の立体感と解像度がすごく良いヘッドホンであり、リスニング用としても十分すぎる性能があると思います。優れた空間表現で立体音響などの制作に適したクリエイター向け背面開放型モニターヘッドホンとホームページに記載がありますが、その通りだと私は感じました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。